どうもこんにちは。今日はトルンに来ています。そして今日はこの旧市街を散歩したいと思います。トルンにはだいたい1230年代頃にできたと言われています。この町は十字軍によって建てられた町です。それでは正門まで来ました。あそこが正門です。町で一番大きい門です。道を渡るのですが、信号がないんです。門に入る前にちょっと面白いものがあるんです。これです。これは何かというと、これは水雷です。で、なんでこんなところに水雷があるかというと、第一次世界大戦が終わった後、このビサー川の岸に流されていたんですね。で、その記念にここに置いたんです。それで水雷は置いといて、当時のこのトルンっていうのはここで必ず検問が行われるんですね。町に入るときに。で、もちろん最初は何の用かと聞かれて、その何の用もなかったらもちろん追い返されます。で、例えば、商人だとか、町人、それか、町の役人に面会に来たとかがあれば、もちろん町に入ることができます。この門って決まった時間に閉じられてしまうんですね。だから町の住民も中に入りたくてももう入れないんです。朝まで待たなきゃいけなかったんですね。もしお呼びでないお客さんが入ろうとしたら、ここから見えます。そこからこの檻が落ちるんですね。檻が落ちたら後ろのこの門が閉まるんです。で、もし敵とかが突破しようとした時、この檻もこの塔も破った時に、今度はここからこの上からお湯を注ぐんですね。お湯だけじゃなくて、こういった麦上から落とすんです。このなんで麦を落としたかというと、もちろんこれは煮てありますね。こうやって煮た麦はこう肌にくっつくともう落ちにくいんですね。もうくっついちゃうんです、肌に。で、もう敵はやけどをしてもう戦うことができないんですね。でも僕は別に敵でも怪しいものでもないので、もう普通に町に入れました。ここは本当に綺麗です。ここで一番面白いのはこの傾いた塔です。これは何でこうなったかというと、いろんな伝説もあるのですが、それは、川のせいですね。このビサー川ってもう川の流れを変えたりするので、川の流れが変わって、でこの辺りが沼になった時に、それで傾いてしまったのですね。で、その後ろはこのような変わった建物があります。これはシュピフレッシュといって、これは倉庫です。トルンという町は昔から軍事的にすごい大事な役割をしていたんですね。軍事的といっても、例えば国境の町でもあったんです。この国境というのは、こ
この木の向こうがもうビサ川ですね。これはポーランドとドイツの国境だったんです。それが大体13世紀ですね。この町がちょうどできた時にそういう国境があったんです。だからこのビサ沿いはすごい頑丈な城壁があって、で町の周りにも要塞の数がすごいたくさんあるんです。今でもそうですね。町の3分の1が軍の駐屯地になっているので、この町ではよく兵隊を見かけますね。トルンには他に何で有名かというと、それはニコライ・コペルニクスが生まれた町です。そしてこれがその家です。でニコライ・コペルニクスは何で有名かというと、その地球は平らではなく丸いんだと言った人です。もちろんそれだけじゃなくて、他にも例えば地球の周りを昔の人は太陽が回っていると言ってたんですね。で彼はいや違う、逆だと言ったんです。地球が太陽の周りを回っているんです。そしてここが町の広場です。広場に立っているのがもちろんさっき話したニコライ・コペルニクスです。中世のヨーロッパではある決まりがあったんですね。その決まりっていうのは、町を建てるときに絶対になきゃいけなかったものが、それは広場です。町の真ん中に広場があって、その広場には必ず役所がなきゃいけなかったんです。それがこれです。役所だけじゃなくて、あとは教会も必要でした。必ず広場には役所と教会が必要だったんですね。これがその教会です。これが郵便局です。さっきも話した通り、このトルンというのは軍事的にすごい重要な町であっても、戦争で破壊されることは一度もなかったのです。だからこうして中世紀の町がそのまま残っているんです。僕にとってこのトルンで一番面白いのは、この十字軍の城の跡です。
は大人が10ズウォッチです。つまり日本円でいうと300円ですね。この城って10年前まで普通の丘だったんですね。で、よく冬とかソリで遊ぶことができたんですが、その後採掘作業が行われて、この城の跡を見つけたんです。で、今はこうなっていますね。もう全部瓦礫ですが。で、何があったかというと、だいたい1410年にポーランド・リトアニア軍と十字軍の間ですごい戦いがあったんですね。それをグルンワルドの戦いっていうんですが、もちろん十字軍が負けるんですね、その戦いで。で、もしどっかの国が戦争に負けたら何が起きるかというと、それはお金がなくなるんですね。それは貧乏な国になってしまって、そのためこのトリンでは税金をもうすごく上げたんですね。で、税金を上げるともちろん町の市民はもう怒ってなんじゃこれって言って、でこのクーデターを起こすんです。そしてこの城で戦いが行われて、もちろんまた十字軍は負けてしまって、このクーデターが勝ったらこの城を破壊するんです。それで破壊した後はこう土でこうかぶせて、ゴミ捨て場にしたんです。これは部屋の跡ですね。ここも同じくきっとそれなりの部屋があったんでしょうね。そこも壁があるし、ここもいい景色です。もう一つこの城で面白いのはこの壁の後ろです。この後ろ側は破壊されなかったんですね。で、それは何かというと、これはトイレです。で、このトイレをグダニスコって呼んでたんですね、当時の人は。なんでグダニスコかというと、ここからうんちとかなんかそういうのが落ちてくるでしょ。で、それが落ちてきたら今度は小川がここに流れてて、その小川はビスワ川に続きます。で、ビスワ川は最後グダニスクまで流れていくんですね。だからここから落ちたうんちは全部グダニスクに行くから、それでこのグダニスコという名前がついたんです。こうやって見るとすごい立派なトイレですね。僕も家のトイレはこれだといいなと思いますね。これでもっと面白いのは見てください。トイレの全く下にレストランがあるんですね。なんかめっちゃ嫌ですよ。上を向いたらトイレじゃないですか。きっとこのレストランの人たちはこの真上がトイレだってことを知らないですね。お客さんがなんかご飯を食べてる時にその上からなんか黒いものがボトンに落ちてくるんじゃないですかね。広場の横にはもう一つ面白いものがあるんですね。
白いものというのはこの刑務所です。もっとよく映したいのですが、やっぱり刑務所だからちょっと無駄なことはしたくないんです。だからこうやってカメラを傾けて撮ってみます。中世紀からずっと刑務所なんです。今でも刑務所として使われているんです。で、ヨーロッパにはこういった昔から中世紀から中世紀から使われている刑務所っていうのは3つしかないんです。そのうちの1つがこのトルイなんですね。他にもこの見どころっていうのはいっぱいあるんですが、今日はこれまでにします。いかがでしたか？トルインはやっぱりすごいロマンチックな街で本当に来る価値があります。この動画を気に入ったらこのいいねボタンを押してください。あと他にもチャンネル登録もお願いします。では私はこれで家に帰りますので、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた会いましょう。